はい、皆さんこんにちは。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は以前インスタで投稿した意外と知らない日本語を日本人っぽく話す方法っていう投稿について YouTube でも撮影したいなと思って動画を回してます。この投稿は2ヶ月ぐらい前にしたんですけど、すごい反響があって保存数とかいいね数とかシェアもすごかったです。頑張って調べてまとめてよかったなと思います。今動画は結構広がりやすいんですけど、フィード投稿がこういう風にバズるってことってなかなかないので、バズるまでは言ってないですけど、すごいびっくりしてます。でも昔から投稿したいテーマだったので、フォロワーさんからの反響はあるんだろうなとは思ってました。今回はこちら全部で日本人っぽく話す方法っていうのを7個インスタでは投稿したんですね。一個一個解説していけたらなと思ってます。はじめに言っておくと、投稿にも書いたんですけど、みんな日本人っぽく話しましょうって言いたいわけではなくって、もっと日本語を日本人っぽく話したい人とか、日本で働いていてそういう必要がある方に届いたらいいなと思って作りました。まず一つ目がフィラーワーズを言わない。フィラーワーズっていうのはとかとかなんかとか話の途中で言っちゃう人いますよね。私も言わないようには気をつけてるんですけど、言ってしまうことが多いです。レッスン私も日頃してるんですけど、やっぱり癖でこれ言っちゃう方ってとても多くて、癖になってるのでなかなか直すの難しいと思うんですけど、やっぱりフィラーワーズ多いと聞きづらいんですよね。話が上手い人、聞きやすい人っていうのはあんまりこれを言わないです。私がよく見てる YouTube で、日本のお笑い芸人さんでエガちゃんがいるんですけど、エガちゃんはフィラーワーズ言わないんですよ、話すとき。だからすごい話が聞きやすくて、好きなんですけど、エガちゃんはね、昔よくテレビ出てた時代から好きなんですけど、お下品な動画とかもあるんですけど、エガちゃんのトークの動画とか受ければ見てほしいなと思います。やっぱり普通に話が芸人さんなので面白いっていうのもあるし、話し方が上手ですね。相手に伝えようとする話し方。はい、次はドラマを見るですね。アニメを見てる人は結構多いと思うんですけど、ドラマも見てる方は普通に結構いらっしゃると思うんですけど、やっぱり発音が上手くて話し方が上手い人で、さらに日本に来たことなくてとか、そんなに日本語を勉強してなくてもすごい上手な方っているんですよ。そういう方にどうやって勉強してるんですかって聞くと、自分の独学プラス日本のドラマとか、あとは YouTube を見てますって方が多いです。もちろんアニメも同時に見てる人もいるし、アニメは一切見ずにドラマだけ見てるって方もいます。やっぱりアニメで出てくるフレーズって日常生活で使わないのばっかりなんですよ。もちろんアニメ見ることによって単語とか、もちろんフレーズもね、あとリスニングも全部勉強にはなるんですけどね、ドラマの方が実際に使う言葉を話します。で、3つ目が独り言を言うです。独り言って会話力を上げる有効な学習法なんですよね。私の夫って外国人なんですけど、日本に来て10年営業職をやってますけど、本当に日本語上手なんですよ。独り言よく言ってます。常に言ってるわけじゃなくって、シャワーを浴びながらとか、シャワー出た後に特に言ってますね。特定のシチュエーションを想像して会話してます。プレゼンテーションとか面接って練習せずにできる人ってすごいんですけど、やっぱり練習ってすごいんですよね。成功のためには普段慣れてない場合はですね、一回練習しておくだけでも本番より緊張もしないですし、スムーズに話せるので、大事な商談とか、大事な時があればやっぱり独り言でいいので練習しておくのが大事だと思います。4つ目がゆっくり話すです。綺麗な日本語ってゆっくりなんですよね。一言一言大事にして言うというか、日本語が会話が上手い方ってそうだなって思います。自分の母国語で慣れてて早口な方ってやっぱ多いですね。そういう方って聞きづらいんで気持ちわかるんですよ。私も英語とか中国語を勉強してて、じゃあいざ話すってなる時にネイティブの方って早いから、私も早く言いたくなっちゃうんですよね。
でも本当に聞きやすいのは早い喋り方じゃなくて確実に相手に届けるような話し方っていうのが大事だと思います。なので早口の人はちょっと丁寧に話すっていうのを心がけてみてください。5つ目が母音あいうえをしっかり言うことです。私が結構 YouTube とか TikTok で日本語が上手い外国人の動画をずっと見てたんですね。研究してたんですよ。日本語が上手い外国人でもふとあるワードでネイティブじゃない、外国人だと思う瞬間ってやっぱりあるので、それはどういう単語なんだろうと思ってずっと聞いてたんですね。そこで発見したのが母音をちゃんと発音してないっていうこと。これさっきのゆっくり話すともちょっと通ずるんですけど、例えばいらっしゃいませって、日本人はいらっしゃいませとか、海外の方っていらっしゃいませっていう人が多くはないけど、聞いてて日本人じゃないってすぐわかります。いらっしゃいのいがないんですよ。インスタにも書いたんですけど、すごい日本語上手い方が TikTok で喋ってたんですよね。もう本当日本人みたいだなって思ったんですけど、この外国人ってワードが出てきた時に外国人って言ったんですよ。この外国人のいがなかったというか、ちゃんと発音してなかった。日本人だったら外国人ってはっきり言うんですよね。特にね、日本はやっぱりカタカナ英語って多いので、例えばリスニンで最後のグって言わないじゃないですか、英語だったら。でも日本人はリスニングって言うんですよ。で、多分日本人は一言一言一文字一文字はっきり言う。そこがちょっと日本人っぽい話し方から離れるところだと思います。で、6つ目が刺激を使えるようになると本当すごいです。刺激って何々させるですよね。特に敬語で何々させていただくっていうのがスムーズに言えると日本語上手だなって思います。私も刺激だけのレッスンとかすることあるんですけど、やっぱり難しいポイントですよね。で、最後、慣れてない言葉を言わない。これは日本語に限らず話が上手い人の本とかにもよく書いてありますよね。プレゼンとか面接の時に相手に伝わりやすい話し方っていうのは簡単な言葉を使うんですよね。よく言うのは中学生でもわかるような言葉を使いましょうって言います。慣れてない言葉とかそういうの使ってる方って分かりますよね。それは外国人、日本人限らず伝わりやすいっていう観点で言ったら簡単な言葉を使うっていうのが重要だと思います。以上7つですね。ちょっと撮りたい言っててだいぶ時間かかっちゃったんですけど、やっと撮れてよかったなと思ってます。誰かの参考になったら嬉しいなと思います。やっぱり一番納得したのはドラマですかね。ドラマを見てる人はほんとうまい。私のレッスン受けてる方で一回も日本来たことないし、日本語学校とか正式に日本語を勉強したことない方で、もうすごい日本語が上手なんですよ。すごいびっくりしちゃって。彼女はやっぱめちゃくちゃドラマ見てますね。で、私の夫もね、ドラマを見てますし、アニメを見てるけどドラマも見てる。他にもね、日本にいらっしゃって、日本語がお上手な方、日本人みたいに話される方って、あんまり日本にいる長さ関係なくって、それは長ければ上手くなるんですけど、ずーっと日本の職場にいるとか、もしくは日本人と結婚してるとか、それは上手くなるんですけど、そうじゃない方で日本語上手い方って、ドラマとか YouTube でこういうリアルな人が話してる日本語を常に聞いてるなとは思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。またインスタとか YouTube で更新していくのでぜひ見てください。バイバーイ。